皆さんこんにちは。ジャパニーズガーデン TV の松永です。今回もですね、北山渡勘園さんに来ておりまして、北山さんに、灯籠についてまた詳しく聞いていきたいなと思っております。それでは北山さんです。はい、北山渡勘園の北山です。よろしくお願いいたします。お願いします。石灯籠だったり蝶々鉢だったりという、前は話をさせていただいたんですけど、今回またその石灯籠の5つに分かれるという話前はしたんですけど、その、置き灯籠、雪見灯籠、生け込み、変形型、基礎のついた灯籠みたいな感じで5つのカテゴリーに分かれる中の、1つ。もう灯籠といえば、基本ですよね。その基礎付きっていうか、台のついた灯籠、この台付きの灯籠について少し深掘りして、お話しさせていただけたらなと思っております。台付き灯籠とかやっぱりこういろんなところで見るので、そこについてさらに詳しく聞いていけたら皆さんにとっても面白くなるんじゃないかなと。実物をまた見ながら、紹介というかご説明いただきたいなと思っておりますので、じゃあ北山さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。台付き灯籠というよりも、灯籠のその起源というか、仏教伝来とともに、灯籠というこの石灯籠というのは、大陸からこう日本のこの歴史、日本文化の中に入ってくるんですね。でその中で、一番初めって言ったらおかしいですけど、奈良時代だとか平安時代だとかに、この社寺で、用いられ剣灯として用いられたのが、こういう台のついた道路です。で、構成としては、宝珠って言われる、頭です。宝珠ですね。で、傘で火袋、これが一番重要。灯籠なんで点灯するためには火を煙ずるためのものなんで、ここに、火を入れる施設がここにあるわけですね。これが火袋、これが重要で、10台で竿、基礎ってこういうこの12345パーツで、台のついた灯籠、基礎付きの灯籠というのは成り立っています。一番はじゃあ名称からいきましょうか。名前、これに名前がちゃんとあります。でこれは湯の木型石灯籠って言われてます。通称というか、我々の業界の中では湯の木型石灯籠というのが正式な名称なんですけど、大体皆さん略して湯の木って言います。でこの湯の木っていうのの名前のその由来っていうのは、奈良県の春日大社にこれの本家があるんですね。でこれはもう写しです。奈良県春日大社にある湯の木型って言われる灯籠を、模して作ったもの、写しになります。でこの湯の木っていうのの名称の由来っていうのは、その奈良県春日大社に当時とか今もあるんでしょうけど、その柚の木、柚子の木が立ってたんですね。その柚子の木の下にこの灯籠があったというとこから湯の木型というふうに呼ばれてます。でもう大きな特徴はと言われると、傘ですね。これまず傘、本来皆さんがよく知ってる、石灯籠だったり台付き灯籠だっていうのは、ここにこうわらび手というのがついてるんですね。巻き出しとかわらび手とか言われるものが、これがまず一つこのスタイルはない。でこれ古式なんです。巻き出し、このわらび手が、ついてくる灯籠というのは、その平安時代、鎌倉時代よりも少し後、鎌倉時代ですね。鎌倉時代以降の石灯籠に巻き出しがついてくる、わらび手がついてくる。でこれもついてないんで、傘は古式です。
で、傘の特徴もっと言うと、八角形なんですね。で灯籠って言われると、六角のものが多いんですけど、これは、八角です。だから傘も八角、火袋も八角、中台も八角で、竿はまるでこれがものすごく不思議に基礎が六角なんですね。だから基礎は六角なんですね。基礎六角なんです。へーでだからここ2つは古くて、あとはこれも深掘りしていくと奈良の特徴がすごく、出てて、奈良の石灯籠っていうのはですね、竿が特徴的で、全体的なバランスでいうとね、はい竿がちょっと多分長いんですね。長いですね。はい、細くて長い、それをうまく取ってほしいんですけど、この細く長くで、しかも、竿は丸竿で三節って言われる1、2、はい3つの節なんですけど、節があって、これ帯締めになってるんですね。ぐっと丸竿を、ギュッと帯で締めたみたいな感じだから、締めると若干ここに膨らみが出たように見えてますよね。これなんかもこの奈良の石灯籠の一つ特徴。膨らみが。はい、竿が少し細く、竿の高さが高くで、3節に分かれてて帯締めになってて、力強く締めたからちょっとここに膨らみが出る。でこういうのがこの奈良というか湯の木型の石灯籠の大きな特徴なんじゃないかなっていうふうに思います。細かなことを言うとね、この縦レンジと横レンジとか、ここが深くは分けずに香様が入ったとか、細かいこと言い出していっぱいあるんですけど、はいそこまで言うとちょっとマニアックすぎるんで分かりやすく言うと八角、奈良の特徴が出た竿、あとここにもわらび手がない。でこういうのはね、下り胸って言われる、技法なんですけど、これも緩やかな傘が下り胸になってて、綺麗ですね。スタイルが傘薄いんで、すごくシンプルというか、スマートな石灯籠だと思います。でも八角ですね。八角の灯籠、湯の木型。東大寺法華堂前の石灯籠、三月堂としても名前として知られてるんで、この石灯籠は東大寺法華堂前石灯籠と呼ばれることがあったり、三月堂石灯籠、三月堂型石灯籠と呼ばれる石灯籠ですよね。僕らはもう三月堂って呼んでます。あとは法華堂って呼んでます。で特徴なんですけど、まずじゃあ先ほど説明させていただいた湯の木型、湯の木と比較すると、まずもう一番に画数が違うわけですね。湯の木は、八角形、八角型で、この法華堂三月堂は六角形、六角型です。でこのわらび手付きの石灯籠っていうのは、八角よりも少し時代が遡って、だいたい鎌倉時代ぐらいからこういう六角形のわらび手のついた石灯籠が作られるようになったっていうふうに言われてます。でこれはですね、本家はその奈良県、東大寺法華堂前にあるんですけど、当時東大寺が再建したのが1200年代。東大寺再建時に
中国から、石大工というか石膏集団を招いていろいろと日本でその活躍するんですね。はいでその集団っていうのが伊という、なんて伊藤の伊はい伊派っていうグループなんですけど、その伊が来て、本家の法華堂方は、伊の行末、漢字で書くとはい伊藤の伊、幾は行、はい末は松、松、はい伊行松と書いて伊の行末って言うんですけど、はい実際に、3月の、法華堂前に行ってこの灯籠を見ていただいたら、実際竿にもその銘がしっかりと残ってるんで、仏道の、はい仏道前に一基建て、はいこれ古いです。どっかに作者の名前が彫られてるの、これがこれいいっぽいですね。ああ、そうやね、ほな、これいいっぽい感じがするな。いがんで、まあもう本当に台付きの一番基本スタイルなんじゃないかなと思うんですけど、この六角形でわらび手がついてて、でこれまあちょっと奈良の特徴も出てる、細く竿が長くて、はい。六角形。はい、じゃあ、台のついた灯籠の3種類目です。もうパッとシルエット見ていただいただけで分かると思うんですけど、四角です。で、まあ湯の木型を、説明させてもらった湯の木っていうのは八角で、法華堂三月堂型は六角で、この、灯籠っていうのは四角なんですね。はいでまず一番初めに名称からこの灯籠の呼び名から、言います。これは、まあ、日本では、お間型、お相型、西屋型とか、まあそんな呼ばれ方もしています。で元弘3年の銘がある、この四角型の灯籠が、これも春日大社ですね。湯の木と同じで、奈良県春日大社の今現在は多分宝物殿の中にあると思うんですけど、設置というか保管されてるもの、それをこれはまあ写したものですね。で今さっきこのまず石灯籠の一番初めに名称はっていう話で、西野屋型とか西屋型とかお相型、お間型とかっていう、まあ、呼び方いろいろ人はされるんですけど、まあ、全部別にどれが間違ってるというわけではなくてですね、奈良県春日大社に行ってもらったら分かるんですけど、お間道、お間道っていうのは春日大社に行くとあるんですけど、そのお間道にこの四角の、傘四角、火袋四角、もう中大竿、基礎まで四角の灯籠がものすごい数並んでます。でもそのものすごい数並んでる中にもやっぱり一機一機手作りされたものなんで、少々このなんていうんですかね、ここの傘のこのむくりがきつかったり照りがきつかったり、まあ火袋の側面に彫られた彫刻の柄が違ったり、これまあ特徴的なのは中大はこう獅子ですね。獅子が彫られてて、獅子がこう時計回りに、まあ、追い獅子、追いかけ獅子になったこう衣装なんですけど、なぜこれがそういう、まあ、西屋とか西野屋とかって呼ばれるようになったかというと、その数ある四角型の、検討されてる灯籠の中にやっぱり手作りなんで、ものすごくこうバランスよくできてるやつが何基かあるんですね。でその中に西屋が、まあ、要は春日大社に寄進してる、寄進って寄付してるんです。はい、で必ず竿に誰がまあ
その灯籠を寄進したかっていうことが書かれてて、その中に西屋という屋号の彫られたものがすごくいい形をしてるんで、それを主体に考えて、全体的にそれを西の屋とか西屋型って呼ぶようになったんです。石灯籠ね、もう本当に実は丸傘とか、あるんですけど、大きく分けると台のついた灯籠でも四角六角八角って少なくともこの3つに分けられます。その中でも著名なものが、八角だったら湯時ですし、六角だったら法華堂で、この西の屋、お間堂みたいな感じで四角は分かれます。もしこれからね石灯籠にご興味持っていただいて、日本庭園ならず社寺仏閣なんか行かれた場合に、その灯籠を見る場合は四角型だなとか六角だなとか八角だな、あとはわらび手がついてるなついてないなとか、竿のねさっき節の話もしましたけど、これなんかは四角で節なしですけど、節のデザインなんかもみんな違いますし。そういうところ細かなところですけど注目して、実際に近くで見てみると灯籠も奥が深いなという、感じです。はい、すごい勉強になりまして、でここからですね、先ほど紹介していただいた灯籠の本花を実際に奈良へ見に行こうと思います。はい、よろしくお願いします。そうですね。よろしくお願いします。今ね見ていただいた湯の木、法華堂、で西の屋、この3つを実物を本花ですね。見て、うちの展示場で見てもらったものとの比較だったりとか、この弊社のね展示場で見ていただく写しを見てから本花を見ると、より一層なんて言ったらいいんですかね。興味は膨らみますよね。絶対そうだと思います。なので、実際に実物を見に行こうと思ってます。じゃあ移動します。あれなんですけど、これは一つまず有名。すごいここの模様とかも綺麗ですね。そうなんですよ。他の四角とね見比べて、例えばこの中大のこの区画を2じゃなくて3区画に分けたりとかで、ここです。鹿が。そうです。基礎の竿の下を鹿がこう下台の部分を受けてるという展示場にあったやつと、ちょっと見比べてほしい。確かに。ここまで動画をご覧いただきましてありがとうございました。また次回もですね、灯籠についての動画となりますので楽しみにお待ちください。またですね、オリジナルのアイテムや、パトレオンを運営しております。ぜひそちらでサポートいただけますと私の活動の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。